だきます。はい、おはようございます。おはようございます。サンクのとしです。マリコです。今日は岐阜県の恵那市にある岩村駅、明智鉄道の岩村駅ですね、来ておりまして、はい、今日はここから岩村城を進めていきたいと思います。はい。日本百名城の一つで、あと三大山城の一つですね。はい、そうなんです。はい、ここも、ね、標高がすでに高いんですけども、一番高いところは717メートルあるということなんで、頑張っていきたいと思いますけども、はい。はい。マリコさん、今日の意気込みはいかがですか？意気込み、もうだって、城に行くまでに、ちょっとね、ノスタルジックな城下町があるので、もうそこでちょっとね、食べたり、お菓子食べたりするのをすごい楽しみにしてます、今日は。はい。はい。そうやね、楽しんでいきたいと思います。では早速行きましょう。はい、岩村駅です。女城主の里。信長のおばさんのお通夜の方が女城主だったお城です。和風レストラン河合駅前にドーンとありますね。いや、こじんまりとしたいい駅ですね。古い街並みやってきました。おかみさんの名前が入ってます。これ各ね、のれんに入ってるみたいですよ。早い時間なんで人がいなくて気持ちいいですね。この上が岩村城ですね。怖っ。ボンカレー懐かしい。カステーラ食べたいですね。商店街広場。ここもお手洗いありますね。ちょっと休憩できるスペースになってます。カンカラ屋さん、後でちょっと立ち寄りたいと思います。すごいね、箱スカやん。ここがね、ちょっとクランクしてまして、下町増型。お城が近づいてきましたね。五平餅も有名なんで、後でいただきたいと。勝川家郵便局もかっこいいです。タバコ屋さんです。古いな、これ昔の価格表。富士、ピース、ホープ、ゴールデンバツ、めっちゃ古い。平木村邸。ここはね、元の様が来られてたみたいで、専用の通用門があります。水野薬局さん、この看板明治時代からあるみたいですね。酒蔵ですね。女城主というお酒があるみたいです。城屋とから左に曲がって岩村城跡方面向かっていきます。ここを右に曲がります。太鼓櫓見えてきました。いや、なかなかすごいですね。向こうの建物が資料館ですね。岩村城震えず。こっちは現代ですね。岩村城途上口、立派。さあ、ここから登っていきます。結構前やね。本丸まで700メートル、標高は580メートルですね。あと130メートルぐらい登ります。篠田歌子さん、勉学書。ここで勉強してたんかな。富士坂。途上道のうち藩主邸から一の門まで続く急な坂道。ここですね。石畳がね、あるんで登りやすいですけどね。でも、結構急。ちょっとずつ登っていきます。ここが初門跡ですかね。ここまでね、まっすぐなんですけどね、急にそこで曲げられて、鍵型になってる感じですね。普段は門はなかったみたいですけどね、なんか非常事態になるとここに門が作られて
敵の侵入を防いでたみたいですね。急に曲がってるからね。本丸まで500メートルです。500メートルでね、100メーターぐらいアップしますんで、なかなか急ですね。いい雰囲気ですね。石垣が見えてきました。ここが一の門跡です、ね、石垣も現れていい雰囲気になってきましたね。この辺の石垣は切り込み萩ですかね。新しい感じですね。ここが時門ですね。もう礎石が残ってますね。畳橋、今は橋ないんですけどね、この上にこういう感じで橋がかかってたみたいですね。ここはね、空堀を今歩いてきまして、この上にね、畳橋がかかってて、この上に繋がってました。この上に三重の櫓が当たったみたいですね。大手門三重櫓で、枡形の小口があったんですよね、ここに。だいぶ持ってきました。本丸まで残り200メートル。石垣の間の道です。この両サイドの、ね、石垣の上には武家屋敷があったみたいですね。鉄壁の防御って感じですね。岩村城には井戸が結構たくさんあったみたいです。ここにね、石段が隠れてるんで、本来はお城へはこっちから行ったっぽいですね。まっすぐのね、ここはね、空堀だと思うんですよね。霧ヶ井、お殿様専用の井戸だったみたいですね。霧ヶ城と呼ばれる元になった井戸。この井戸の中に蛇骨、蛇の骨ですかね、入れると霧が立ち込めて城を隠したと言われている井戸です。今も水があります。霧ヶ井の説明も書いてありますね。本丸まで100メートル。八幡神社。八幡来るの奥に神社があったみたいですね。六段壁できました。写真とかね見てたんですけど、実物はすごいですね。六段壁はもともと6段じゃなくて、上の石垣の補強のためにだんだん下の方にこう増えていったみたいですね。六段壁にやってきました。一番上のね、石垣を崩れないんですね。守るためにどんどん補強のためにね作られた石垣なんですけども、700年の歴史がある城跡なので、すごいワクワクしますよね。織田信長もね登場したことがあるというので、ひょっとしたら私が歩くそこら辺もね、織田信長歩いたのかな。長坪根渦見門がここにあったみたいですね。この上には多聞櫓があったみたいです。枡形になってますね。さあ、この上が本丸かな。織田信長公宿営の地、ここで泊まったんですかね。本丸はだだっ広いです。標高はね717メートルあるんで、ちょっと涼しい感じがしますね。気持ちいい。ここから城下町の方が見えます。すごい。交流の井戸いっぱいありますね。ここも渦見門跡ですね。ここが野面積みになって、奥が打ち込み萩
でこっちが切り込み剥ぎ取り。ちょっと3世代の石垣があるんで順番に作られていったところでしょうね。この石垣、高石垣すごいな。本丸の南西の防御用の出丸ですね。今はね、ここはね、駐車場になっております。この建物はお手洗いと、中はちょっと休憩できるスペースになってるみたいです。岩村城歴代城主。ここは南来羽。尾根に伸びてるみたいですね。侍屋敷とかもあったみたいですね。せっかくなんで突撃してみます。まあ、堀切りですね。守りってもあまり何もないかな。まあ、一応ロープかけられてるんでずっと向こうまで続いてるみたいですね。ここが堀切りかな。めちゃくちゃ深いけど。南来羽の方からぐるっと回って六段壁の方に戻ってきました。次は八幡来羽の方をちょっと見学してから下山をしていきます。なかなか急な石の階段で、今も八幡神社が上にあるみたいですね。ここが八幡神社ですね。ってくる途中ね、夜結構雨降ってたんですよね。だからこう草が濡れてるんで歩くだけで靴の中びしゃびしゃになりますね。すごい石垣だね。だって築城鎌倉時代でしょ。何百年ぐらいあるっていうのに、もう本当に全然崩れてなくてすごいなって思う。その時代のその技術でここまで残せるんやっていうのがもう超感動。さあ、下山していきます。この上が畳橋かかってたところですね。僕は今空堀を歩いてます。畳の下りはね、雨で濡れてるんでちょっと滑りやすいんで気をつけておいてくださいね。はい、だいぶ降りてきましたね。もうちょっと旅で帰ろうと思ってるんですけど、五平餅とカステーラと、あとはカンカラっていううどん屋さんと、なんかお団子屋さん、あんころ餅とかあるところ、ちょっと3カ所3つね食べなきゃ4つ食べなきゃいけなくて、じゃあ1人で全部絶対食べれんからね。でも食べなきゃいけないんですよ、来たからには。これを食べずに帰るってことは私にしかいなくて、ずっと迷ってる。八門を過ぎて、ここからはちょっとまっすぐな感じですね。岩村歴史資料館開館中になりましたけどね、ちょっと内部撮影禁止みたいですね。残念です。さあ、それでは城下町へ下山していきまして、ちょっと何か食べたいと思います。イエス来たおやつタイム。岩村醸造さんも空いてるんで、ちょっと入っていきたいと思います。いやー、このレールもね、30年前ぐらいまでは使ってたそうですけど、すごいな。雰囲気最高だね。疎水、この水でお酒作ってるんですかね。これがサップラになってるそうですね。いいとこだね。はい、どうぞ。女上手さんどうぞ。あ、これね。はい。これいただきます。純米わかんない。すっきり好きに。はい。美味しい。誰かは謎やね。軍の人。あいつは金田亭オープンしました。昔からね、ある建物ですね。どうや。2階に上がれるみたいです。
足元のモルタルには瓦が埋め込んであります。昔銀行だったみたいですね、ここは。広いね、ここも奥まで80メーターあるって言ってはったけど、藍染めしてた工場みたいですね。まあもちろん今はね、もう使われてないですけどね。じゃあちょっとカンカラ屋さん行きたいと思います。全部安い。うん。美味しい。溶ける。はいな。もち玉うどん。さあ、カンカラ餅とおうどんに続いて五平餅いただきます。どう？あ、おいしい。おいしい？香ばしい？味噌味？なんか今まで食べたおへんと違う。あ、そう。あ、ちょっと違う。甘辛いの？あんまり甘くはない。あ、そう。おかずっぽい。おかずっぽい。すごい古いのがいっぱい。自転車もめっちゃ古いやろ。はい、カステラもいただきました。続きましてまたもや五平餅をいただきます。食べてばっかりやな。どう？甘すぎない。あ、でも。美味しい。さっきのに比べるとちょっと甘いかな。でも美味しい。めっちゃ美味しい。はい。バッチリね。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。岩村城行ってきまして、はい、石垣とかね、石畳が現存でずっと残ってるんですけど、いや、すごかったですね。その残ってる規模がね、山の上にあるだけあって、なかなか撤去されてなくて、はい、よかったと思います。はい、マリコさんいかがでしたか？石垣大好きなんで、まあ、時代ね、700年もあるんですけど、そのまま残ってるのも素敵でしたし、でもその後ね、城下町に降りてきての、グルメがもうどれも美味しくって、本当に食べやすい、お財布にも優しい感じで。そうですね、リーズナブル。はい、はい。すごい楽しめたんで、もうちょっと楽しみたいぐらいだったんですけど、はい、まああんまり食べるとね、次走れなくなっちゃうので、はい、我慢しました。で、また白攻めトレラ、白&トレラもやっていきますんで、はい。じゃあ、チェックとしてお待ちいただけたらと思います。高評価もね、よろしくお願いします。では、バイバイ。バイバーイ。